皆さんお疲れ様です。株分析作業員ののんびりです。本日点検していく銘柄は日本のビール業界の巨人で今や世界的な飲料メーカーとなった2502アサヒグループホールディングスです。アサヒと聞くとスーパードライでおなじみですが、実は最近深刻なサイバー攻撃によるシステム障害が発生したことで通期決算の発表が延期されるという異例の事態になっています。その不安から株価は1500円台まで押し下げられ、結果として配当利回りが 3.3% にまで上昇してきました。一方で約4600億円という巨額を投じて東アフリカ事業を買収するという未来へ向けた大きな勝負にも出ています。果たして今の株価下落は現場の目から見て危険なサインなのか、それとも絶好の拾い場なのか、徹底的に裏読みしていきますよ。本日も最後までご安全に。まずは初動点検、会社の基礎体力を測るのんびり点検シートから見ていきましょう。直近のデータを入れるとこのようになります。点検項目、数値、基準、判定。1、配当利回り。数値は 3.30%、 基準は 3% 以上、判定は合格。2、ROE 稼ぐ力。数値は 10.0%、 基準は 10% 以上、判定は合格。3、自己資本比率。数値は 50.4%、 基準は 50.0% 以上、判定は合格。4、配当成功。数値は 46.1%、 基準は 50.0% 以下、判定は合格。5、補足。 DOE4% 以上の累進配当、自社株買い、判定は優秀。のんびりの判定。目先のトラブルはあるものの基礎体力は抜群の超優良物件。配当利回りが 3.3% と食品飲料株の中ではかなり魅力的です。 ROE 株主から預かったお金を使ってどれだけ効率よく稼いだかを示す指標は M&A などの特殊要因を除いた調整後の2025年予想で 10.0% と基準をしっかりクリアしています。自己資本比率、会社の倒産しにくさを示す貯金箱の割合も2025年第3四半期末時点で 50.4% と非常に安定した水準です。無理のない配当水準でありながら株主還元への強い意志が感じられますね。事業内容の点検、稼ぎの柱です。次にアサヒがどこでどうやって稼いでいるのか、セグメント、事業の部門ごとの売上構成比を点検します。2024年の通期実績、売上収益2兆9394億円をベースにした稼ぎの割合です。日本・東アジア事業約 46.9%、 1兆3781億円。アジアパシフィック事業オセアニア等約 26.6%、 7828億円。欧州事業約 26.0%、 7628億円。その他約 0.9%、 265億円。なんと今や売上の半分以上を海外で稼ぐグローバル企業に変貌しています。アサヒの強みは各国のトップブランドを傘下に収めるグローバルなブランド力と高単価な商品を売るプレミアム化戦略です。さらにビールだけでなくノンアルコールや低アルコールといったビール隣接カテゴリー BAC にもしっかり投資をしており、消費者の健康志向の変化をうまく利益に変える仕組みが出来上がっています。日本国内の事業が一時的に落ち込んでも海外の太い柱が建物をしっかり支えてくれる構造になっています。業績の軌跡点検、過去5年の推移です。それでは過去5年間の業績の軌跡を振り返ってみましょう。現場の売上と本業の儲けである事業利益の推移です。大型買収をしっかり利益に変える見事な右肩上がりの軌跡。コロナ禍で外食向けのビールが大きな打撃を受けた時期もありましたが、そこを見事に乗り越えています。欧州やオセアニアでの大型 M&A、 企業の買収を借金して行いましたが、それをただのお買い物で終わらせず、しっかりと利益を生み出す優良な設備へと育て上げています。売上も利益もきれいな右肩上がりを描いており、企業の成長力としては申し分ありません。財務の深掘り点検とのれんについて分かりやすく解説しますね。
2025年第3四半期末のデータを見ると、総資産5兆5779億円のうち実に3兆4455億円がのれん及び無形資産となっています。会社の資産の半分以上がのれんなんです。これはどういうことか、現場の例え話で説明します。あなたが毎日大行列ができる大人気のラーメン屋を買い取るとします。お店の土地や建物、厨房設備などの目に見える本当の価値が1000万円だったとしましょう。でもオーナーは、うちはブランド力があって毎月がっぽり稼げるんだから5000万円じゃないと売らないよと言います。ここであなたが5000万円で買い取った場合、差額の4000万円がのれんになります。つまり目に見える資産以上のブランド力や将来稼いでくれる期待値に対して余分に払ったお金のことなんです。アサヒは過去にヨーロッパやオーストラリアの強力なビール会社を莫大なお金を出して買収してきました。その時にこのブランドなら将来絶対に稼いでくれると見込んで上乗せして払ったブランド代が現在3兆円以上ののれんとして帳簿に載っているというわけです。この大型買収のために借金も増えましたが、アサヒは持ち前の稼ぐ力、営業キャッシュフローで借金をハイペースで返済し、2024年には稼ぐ力に対して借金が何倍あるかを 2.49 倍という健全な水準まで回復させています。非常に健康的な財務コントロールだと言えます。還元姿勢の点検、過去の配当推移を見てみます。2021年 36.3 円、2022年 37.6 円、2023年 40.3 円、2024年 49.0 円、2025年予想 52.0 円。アサヒは財務方針として DOE 株主資本配当率 4% 以上を目指した累進配当を明確に掲げています。累進配当とは原則として配当を減らさず維持するか増やしていくという株主にとって最も安心できる約束です。さらに機動的な自社株買い、会社が自分の株を買い戻して株の価値を高めることも行っており、直近でも上限700億円または4500万株の買い戻し枠を設定しています。直近決算と将来目標、サイバー攻撃とアフリカ事業です。ここからが重要な裏読みです。株価下落の要因となっている2つの大きな動きを点検します。1、サイバー攻撃による業績への影響。2025年9月にランサムウェアによるサイバー攻撃を受け、日本国内の受注や出荷システムが一時全て停止する事態になりました。第3四半期1月から9月の時点では事業利益に対する影響は 1% 程度のマイナスにとどまりましたが、第4四半期10月から12月はもろに影響を受け、日本・東アジアの売上収益は前年比で2割程度のマイナスになる見込みだと発表されています。これが原因で監査対応に時間がかかり、通期決算の発表が延期、時期未定となっています。これが今の株価の重しになっています。2、東アフリカ事業の巨大買収。一方でアサヒはイギリスのディアジオ社から東アフリカの EABL 社という会社の株式を約30億 US ドル、約4654億円で取得する契約を結びました。ケニア、ウガンダ、タンザニアで展開するこの会社は現地のビール市場で圧倒的なシェアを持っています。アフリカは年齢の中央値が20歳前後と圧倒的に若く、経済成長率も高い宝の山です。この買収により一時的に借金は増え、投資家が期待していた過去の買収分の自社株買いの時期が1年程度後ろ倒しになる可能性があります。しかし会社が目標に掲げる2030年までの高い利益成長を見据えれば、この巨大な成長市場を手に入れることは非常に筋の良い戦略だと現場では判定しています。チャート、需給点検です。最後に株価の動きと需給、買いたい人と売りたい人のバランスを点検します。現在の株価は1576円付近を推移しています。サイバー攻撃と決算延期という不透明感から上値が重い展開が続いています。需給データを見ると信用倍率が 37.83 倍、信用概算が約393万株となっています。これは借金をしてでも株を買って値上がりを待っている人たちの行列がかなり長い状態を意味します。この行列の人たちが少し上がったら売りたいと待ち構えているため、株価がすっと上がりづらい重たい空気になっているんですね。最後に結論のんびりの判定です。アサヒグループホールディングスはグローバルな稼ぎの柱と強力な株主還元、累進配当を持つ超優良企業です。
現在はサイバー攻撃によるシステム障害と決算延期という目先の事故、そしてアフリカ買収による短期的な財務負担への警戒から株価が抑えつけられています。しかしこれは建物の基礎が腐ったわけではなく、まさにトラブルが作り出した割安な拾い場と言えます。信用概算の重さやまだ発表されていない通期決算の最終的な着地マイナス幅によっては株価がもう一段下押しするリスクがあります。ですので焦って飛びつくのではなく、1500円割れのラインを一つの目安として網を張って待つのが安全な戦略だと考えます。配当をもらいながら国内事業の完全復旧とアフリカという新たな成長の種が花開くのをのんびり待てる長期投資向けの有料銘柄ですね。ぜひコメント欄で皆さんの意見やこの価格なら買いたいといった現場の声を教えてくださいね。今回の点検が少しでも参考になったら忘れずにいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。皆さんの応援が私の日々の点検作業の励みになります。それでは皆様、本日もご安全に。